きます。レディーうまく揃った時にはもうものすごい力。呼吸が威力になる。横隔膜の使い方を変えると身体の出力が根本から変わる。そのための専用器具と使い方を解説します。これですね、パワーブリーズ。特にこのね、吸う方なんですね。これ息を吸う方のバージョン。直進の、トレーニング理解を深めるにあたってはこの吸い込む方のパワーブリーズ、なんでこれなのか。この呼吸に抵抗をつける器具っていうのはいろいろあるんですけれども、よくあるのはね、この穴の大きさで抵抗を変えるタイプですね。要は細いストローを吸って抵抗をつけるのと同じ原理ですね。このタイプが多分ネットとか調べるとほとんどなんですよね。でこの方式はね、実はね、逃げ道があるっていう問題点があるんですね。穴がね小さくてもゆっくり吸ったら吸い込めちゃう。空気が流れる量の多さによって抵抗が決まるっていう感じなので、抵抗をね測りにくいっていうところがあるんですよ。でこのパワーブリーズは何が違うかっていうと、抵抗をね弁で塞いでるようなタイプの、抵抗なんですよね。なのでその弁をぐっとこじ開けて息を通すにはある一定以上の力が必ず必要になるっていう原理の違いがあるっていうことなんですね。ゆっくり吸おうが早く吸おうが、息の力が、その弁を押し上げる力に満たなければ突破できない。そこがね非常にこのパワーブリーズのいいところなんですね。いろんなパンチでもそうなんですけど、技を出す上で必ず息を吐きながらやりますよね。息を吐くときに横隔膜は関係ないじゃないかって思うんですけど、ここがね実はめちゃくちゃ重要な場所で、横隔膜が重要なんです。で息を吐くときでさえ横隔膜が重要ということなんですよね。ここでちょっと皆さんにこれは言っときたいなと思うのが、息を吸うこれに抵抗をかける目的っていうのは肺活量をね強くするとか横隔膜の筋繊維を太くするっていう、そういう目的ではないんですね。姿勢を安定する力にその横隔膜の動きをどう作用させるかっていう、姿勢を練るトレーニングに直結しているので、自分の限界の強さでねこうやって吸い上げてメモリがどんだけ強く上にまで上げられたかっていうのが目的ではないということなんですね。直進の姿勢を保ってこの範囲の中で、強さを足していくっていうのが、すごく重要です。ただネックはちょっと高いっていうのがあるんですけど、これがおすすめだと。この弁のタイプの呼吸抵抗の器具ってほとんどなくてですね、海外であと数種類あるんですけど、日本で買えるとしたらパワーブリーズぐらいしか実はないんですね。散々探したけど。13,000円ぐらいするんですけど、これのね、もっと安いやつを発見したんですよね。これより3,000-4,000円安くて機能がほぼ変わらないってやつも見つけたので、リンク貼っときますので、買ってみようかなって人はそっちの安い方でもいいんじゃないかなって正直思ってます。で、前 YouTube でも紹介して、これが結構赤が最強のタイプなんですけど、これをね最強にして吸う力が強いことが、パワーアップすることがすごい大事って思われてしまうっていうのがあって、その時に吸い方ですね。ちゃんと腹式呼吸で息を吸わないとダメですよっていう説明はしていたはずなんですけど、やっぱりね腹式呼吸とか関係なくただ強い力で吸い込めればいいやっていう風になりがちなので、そうなると呼吸姿勢トレーニングする上で弊害が出てくるので、正確なやり方をやりましょうっていうのを今日、説明するっていうのが一番の趣旨ですね。息を吸い込むときに、負荷がかかったときに体の中にですね、体幹を強く支持するこの
回路みたいなものが動員されるんですね。実はそういうメカニズムになっていて、このメカニズムはね、横隔膜を体幹の安定にどう使うかっていう部分で、終徹的に、鍛えたいのはここの部分なんですよね。姿勢を崩してまで強い力で吸おうとしない。姿勢を崩さないで吸える範囲で、なんでもうかなり軽くてもいいかなっていう感じなんです。姿勢のトレーニングという意味では。もちろん横隔膜の使い方がものすごく大事で、横隔膜の効かせ方が直進にめちゃくちゃ関係あるんですよね。じゃあそれはね、横隔膜のパワーが強ければいいかっていうと、そうではなくて、息を吸うときに横隔膜ってこう収縮するじゃないですか。で、息を吐くときは緩んでいくんですよね。で、そういうことを制御してやっていくっていうのが、この終徹の直進と呼吸の、メソッドなんですけど、結論だけ言うと、息を吐いてるのに横隔膜の使われ方がめちゃくちゃ大事。使われ方が大事なので、横隔膜の筋力自体が重要っていうことではないっていうことなんですよ。どう制御できてるかがめちゃくちゃ大事。だからその制御を学ぶためにこれを使います。で、そのためには制御しながらコントロールできる強さでやるのがまずめちゃくちゃ大事っていうことなんですよね。どういうやり方をするとその悪い例、横隔膜が動かない、息の吸い方になるかっていうと、これ単純で胸式呼吸した時ですね。こうやってこうやってやっちゃうと全然動かない。横隔膜と横隔膜より下だけでこの吸気のトレーニングをしないといけないっていうことですね。これぐらい徹底的に丁寧にやればもうめちゃくちゃ効果あるなという感じなんですよね。今言ってるトレーニングに関して言うと、吐くときは抵抗つけない方がいいです。首、顔に少しでも力が入ったら即座に負荷を下げる。首や顔の緊張は一番 NG のサイン。胸を膨らませない。胸骨の形をそのままキープしたまま吸う。吸い終わった後、ゆっくり吐く。呼気パワーブリーズで代用しない。吸気と呼気は別の道具で狙いが全く異なる。横隔膜の制御と直進がどうつながるか、それは稽古会で直接指導する内容につき公開はしていません。Somewhere they cannot see, somewhere they cannot train.